車の向きを変える。リアの足回りの作業を進めるために作業スペースを確保しなければいけないため、車の向きを変えなければいけません。馬をかけたまま一晩置くこともあるでしょう。いつでも作業を中断してガレージに施錠できるようにしておくこと。こうして時間的なプレッシャーを取り除いておけば、焦りからミスを犯すこともなくなるでしょう。 DIY 整備に焦りは禁物ですからね。国商ガレージ主はいろいろとくだらないことを考えながらやらないといけないのです。ストラットを外す。左後輪のストラットを外すためにはフューエルパイプカバーという邪魔者がいます。このカバーがあるために2つのナットにリーチしにくい状態になっています。アジャスタブルヘッドソケットを駆使して何とか緩めることができましたが、作業にはものすごい時間がかかりました。ストラットを外す作業でナットを落としてしまっても大丈夫なんですけれども、ストラットを取り付ける時の作業でナットを落としてしまうと、これはもう大変なことになりそうです。何か良い方法をご存知でしたら教えていただけると助かります。画面は固着したフランジボルトをブレーカーバーで動かす作業へと移っております。フランジボルトが動いたら今度はラチェットでさらに緩めていきますけれども、その時に指先でボルトの先が動いているかどうかの確認をすることが肝要です。ロアアームが上の方向に向かって反発しており、なかなかボルトが抜けない状態が続いていますが、少し考えてやればロアアームを下に押し下げてやれば指で簡単にボルトが抜けたことでしょう。フランジボルトが抜けたらロアアームを下に押し下げることによってストラットは簡単に外れました。そうなんです。マニュアル通りやれば本当に簡単に外れるのです。ところが右後輪の作業を行う時にはそうは問屋が下ろさなかったのです。右後輪の作業ではどういうわけかストラットがロアアームにスタックしてしまいました。知恵の輪を解くことが苦手な私はこれをこういう状態でどうすることもできず、無理をしてパーツを壊すことを避けるためにボールジョイントを先に切り離してストラットを救出することにいたしました。スタビライザーを外す。画面はスタビライザーを外す作業に入っておりますけれども、スタビリンクの固着したナットを外すためにインダクションヒーターを投入しております。ヒーターでナットを膨張させることによりナットとボルトの間に隙間を作り、それによってナットが動き始めるという仕組みです。無事にナットが外れたスタビリンクをロアアームから切り離すためには、ロアアームを下方向に押して荷重を解放してやることが必要です。画面は変わって右後輪のスタビリンクを外す作業です。今度は先ほどと違ってスタビリンクのスタビライザー側のナットを外すことにしたようです。インダクションヒーターを当てている時間はだいたい20秒くらい。固着したナットでもだいたいそれぐらいの時間で動いてくれます。残すところは4本のブラケットボルトを外す作業です。つまり4本のボルトを外してブラケットを外してしまえばスタビライザーはフリーになるということです。ただここからの作業が大変でした。まるで知恵の輪を解くように狭いスペースの中を動かしていかないといけません。今回もなんとか作業は完了したわけですが、この作業を完了するために相当な時間を使ったことは言うまでもありません。キャリパーとローターを外す。スピンドルナットを外すためにはサイドブレーキを引いておかなければなりません。固着したナットを外すためには一回右に締めてから左に回すことを最近覚えましたが、ブレーカーバーを使ってもなかなか外れません。ハイパワーインパクトレンチを使うことにはパーツを壊してしまうリスクを伴いますが、今回はラッキーなことに無事に回すことができました。ブレーキキャリパーをナックルに固定している2本のボルトも固着しているのではないかとハラハラしましたが、予想に反して素直に外れてくれました。今回の作業ではブレーキホースを外す予定はないので、高さの合うバケツを準備してバケツを裏返してキャリパーをその上に置くことにしました。最後にローターです。ローターは短くて太い3本のネジで止まっています。大きいドライバーを使ってそのネジを外せば無事にローターは外れました。ボールジョイントをナックルから切り離す。ナックルは3つのボールジョイントで3つのアームと接続する構造になっています。まず最初にロアアームのボールジョイントのキャッスルナットを動かそうとしています。錆びたコッターピンとキャッスルナットが外れたら専用工具を使ってボールジョイントをロアアームから切り離します。自分はビビりな方なのでハラハラしながら回しています。はい、外れました。
かなり見にくいですが、丸印のところにコントロールアームのボールジョイントがあります。不要なナットをかぶせ金槌で叩くことによって外しました。次に固着が最もひどいアッパーアームのキャッスルナットをインダクションヒーターで加熱していきます。画面では加熱されて真っ赤になったキャッスルナットを見ることができるでしょう。少し動いたからといって簡単に外れると思ったら大間違いです。スパナーをプラスチックハンマーで叩いて地道に回していかなければなりません。キャッスルナットが外れたらビビりながら専用工具でボールジョイントを外していきます。はい、外れました。別の角度からもう一度。はい、外れました。アーム縫いを外す。まずブレーカーバーを使って堅くなに動こうとしない2本のボルトを回していきます。緩んだところでは電動ラチェットに登場してもらい体力をセーブしたいと思います。ちなみに画面に映っている工具の最大出力は85ニュートンメーターです。2本のボルトを同時に抜けばアームが落下することは明白です。次にコントロールアームを固定するアジャスティングボルトのセルフロッキングナットを外そうとしています。叩いているのがアジャスティングボルト。今手で救出したのがカムプレートと呼ばれるパーツです。どちらにも等角とキャンバー角を調整するためのメモリが刻まれています。最後にロアアームのフロント側のボルトをブレーカーバーで動かし、電動ラチェットでスイスイとボルトを外し、いとも簡単にロアアームを外すことができたかのように見える画像をご覧ください。実際は1時間かかっていることは言うまでもないでしょう。ナックルを外す。ナックルを外すためにはハブの真ん中から飛び出しているドライブシャフトの先端を向こう側に押し込んでいかなければいけません。マニュアルに書かれている通りドライブシャフトを叩き続けて2日目、前日にオーダーしたエアハンマーツールが手元に届きました。そして数十秒後には今まで全く動かなかったものが動き始めたではありませんか。これまでコンプレッサーはエアガンを使用するためにだけ存在していましたが、これで2つ目の目的ができました。一体どれだけがっつり固着していたのだろうと思い確認してみたところ、実はごく一部だけの固着だったようです。しかしプラスチック製の ABS センサーにエアハンマーを使うことはできないため、もうひとひねりしないといけません。本日の成果物。では最後に本日の成果物をもう一度説明していきましょう。左からストラット、コントロールアーム、ロアアーム、ブレーキローター、アッパーアームです。そしてスタビライザーとスタビリンクも外しました。ここには映っていませんが、リアサスペンションスティフナーやこれはキャニスターですね。そういったパーツも外しておきました。スタビリンクを外す。まず最初にワイヤーブラシを使って邪魔になるサビや汚れを落としておきましょう。1回目の加熱時間は約20秒。スパナーをプラスチックハンマーで叩いて動くかどうか試してみます。この場合は1回目の加熱でナットを動かすことができました。幸いなことに六角ネンチの山も生きていたので地道に回していきましょう。外れたナットはまだ高温の場合があるので取り扱いには注意しましょう。左後輪のスタビリンクは六角レンチを刺すところの山がそもそも舐めてない状態でした。なのでインダクションヒーターで加熱する時間は約40秒と長めに設定しました。画像ではナットが加熱されて真っ赤に変色している様子がわかると思います。山がないので六角レンチを使うことができません。そこでロッキングプライヤーを使って共回りを防ぎました。ロッキングプライヤーの利用はスタビリンクのブーツを傷めることになります。しかしこのスタビリンクを再利用することはないので問題ないでしょう。コントロールアームブッシュを外す。コントロールアームには社外品パワーフレックスのブッシュが装着されていました。いつものように2つの専用工具をミックスして作業を進めていきます。ブラックのプレートでブッシュのカラーを押し出し、シルバーのスリーブの中に落とし込んでいく仕組みです。ブラックのプレートはベアリングドライバーセットから、シルバーのスリーブはベアリングスリーブキットから流用しています。今日行う作業は
今見ていただいた作業と同じ手順で行っていきます。しかし左後輪のコントロールアームブッシュはほとんど固着がありませんでした。なのでカラーを押し出す作業も全くストレスなく完了することができましたね。ただこの後見ていただくパーツの固着レベルはかなり高めです。固着が切れる時にはパキッという音がしますが、その音も様々なので楽しみにしていてください。次に右後輪のコントロールアームを見ていきましょう。見てわかる通りコントロールアームはサビサビです。ポリウレタンブッシュからステンレス製のカラーを抜くこと自体は簡単でした。しかし問題はこのサビの状態です。一体どこを走ったらこのように錆びてしまうのでしょうか。大量の泥をかぶって長年その湿った状態が続いた感じですかね。でもコントロールアームのブッシュ、これは後輪の内側でさらに後輪よりも接地面よりも前方にあるんですよね。よく見るとブッシュの内側の部分、そこに錆びだか汚れだかが溜まっているのが見えますね。いやー、本当に一体なんでこういう状態を作ったのか全くわからないですね。本当にミステリーです。これひどい。アッパーアームブッシュを外す。では次にアッパーアームのブッシュ、右側左側それぞれ2つずつ合計4つのブッシュを外していく作業を見ていきましょう。先ほどと同様のセッティングでインパクトレンチを使って押そうとしていますけれども、インパクトを回し始めてすぐ異常に気づきました。うまく言えませんが明らかに何かおかしかった感じです。そしてブッシュの外径を慎重に測り直しています。ブッシュを押す側のプレートをワンサイズダウンしてもう一度トライしましょう。今度はブッシュを動かすことができました。ただプレート1枚分の厚みしか進みません。今度はプレートを2枚装着しましたが、それでも厚みが足りませんでした。フロントの足回りの作業をしたことがありますから、今回が初めてということではないですね。行き当たりばったりというか、結果を早く求めるというか、いろんな言い方はありますけれども、正確に計測をして手順通りに進める、そういう性格に憧れる次第でございます。ソケットを投入して解決とはいうものの、3枚もプレートはいらねえだろうとツッコミどころ満載の画像を見ていただきました。では2つ目のブッシュの作業に進んでいきましょう。今度は効率的に作業を進めることができるでしょうか。しかし今回もダメだったようです。ワイヤーブラシで錆びを落として再計測することにしたようです。プレートのサイズをワンサイズダウンして、しかも今回はブレーカーバーを使っています。固着が切れる時ってこういう音がするもんなんですね。考えてみれば、サビがアームとブッシュという2つのパーツを結合している状態が固着ですから、それを切り離そうとすれば何かが壊れるような音がするというのも納得です。固着が先に切れるか、ロッドが先に壊れるか、そういうことですから、いきなりインパクトで大きな力をかけるのはやめようと思います。雨水や泥水を放置すれば、それが錆びて16年も経てばこのように固着する、そういうことがよくわかる画像だと思います。車を大切にしたければジェットウォッシュと乾燥の作業をこまめにやれば固着を避けられるのではないでしょうか。それでは3つ目のブッシュです。今日の作業を通じてブレーカーバーで固着を切るという方程式が決まったようですね。使用するプレートの枚数やソケットの位置、そういったことも勉強になったようです。56歳になって DIY 整備を始めました。慌てんぼうという自分の性格と向き合うことも含めて、
少しずつ賢くなっているなぁと思います。そしてやっぱり自分はエンジニアリングが好きだということを再確認いたしました。せっかくですので4個目のブッシュの固着が切れる音を聞いていただきます。ポキポキっと2回いきますよ。ところでソケットが入っていないことにお気づきでしょうか。朝令暮改なのか健忘症なのか、ついさっき決めたことをもう忘れているようですね。困ったもんです。ここで初めて電動ラチェットが登場しますけれども、ここまで緩めばインパクトでもラチェットでも何でもいいと思います。今回分かったことは、固着を切るためにはインパクトではなくブレーカーバーで固着をじわっと切るということだと思います。アッパーアームボールジョイントを外す。はい、では次にアッパーアームのボールジョイントを外す作業を見ていきましょう。まず浅いスリーブを使って5ミリ程度ボールジョイントを押し出しました。もちろん5ミリ動かすだけではボールジョイントを外すことはできません。次に深いスリーブをつけてボールジョイントを直接押すことによって外すことができました。本来はこの映像の逆さまの状態でもう一つ黒い円盤を装着する、それが正しい方法だそうです。ですので直接ボールジョイントを押す方法は真似しないでくださいね。せっかくなのでもう一つ映像をご覧ください。今ストレートのピッカーでクリップの端を押して起こしてますよね。この方法がクリップの隙間を作る最も良い方法だと思うので、ぜひやってみてください。そして画面は変わり、再びボールジョイントをプッシュする場面です。今回は行けるところまで押し出したようですね。そして何やらハンマーを持ち出しました。さっきの方法でもいいんですけれども、どうしても違う方法を試してみたかったようです。ここまで10個以上のブッシュやボールジョイントを外してきました。その中でいろいろなプレートの使い方も試行錯誤してきたので、そろそろプレスベンチを購入してもいいのかなと思っております。ロアームブッシュを外す。はい、次はロアアームのブッシュ1つ目を見ていきましょう。ロアアームには3個のブッシュがついているので合計で6個です。その中で小さめのブッシュ4個を外す作業を見ていきます。まず1つ目のブッシュをご覧のようなセッティングでブレーカーバーを用いて切ろうとしています。ところがこのブッシュの場合は固着が切れるバキッという音はしませんでした。抵抗はあるけれども静かに押し込まれていくような感じです。ここで若干不安でしたがインパクトを使うことにしたようです。まっすぐ押し込まれていくので大丈夫でしょう。ある程度の抵抗はあったので固着がないということはないと思うのですが、一体どのような状態なんでしょうか。両サイドともにぐるっと一周錆びて盛り上がっていますよね。しかし固着はなかったというところがまた不思議ですね。では2つ目、ストラットブッシュを外していきます。このブッシュの厚みが薄いのでプレート2枚のセッティングでいくようですね。今裏返した理由はスパナーが回転するのを地面の抵抗で抑えるという理由です。そしてご覧のようにブレーカーバーに感じる抵抗力は今までで一番でした。お、切れましたね。では角度を変えてもう一度ご覧ください。無事に固着が切れたようです。でも実際は固着が切れるか切れないかぐらいの時にものすごく躊躇してたんですね。それはプレートのサイズが大きいのではないかということと、固着がひどすぎてこのまま押すとロッドが先に折れてしまうのではないか、そういう不安ですね。折れたロッドはまた買えばいいでしょう。ただ折れ方によっては怪我をするかもしれないので、いつでも無理せずに慎重に作業をしたいと思います。はい、では3個目いきます。これは右の後輪運転席側のブッシュです。つまり泥汚れや固
固着が比較的ひどい方のサイドですね。パッと見た感じでも錆に覆われています。今ブッシュが錆を吐き出したように見えましたけれども、これは表面の錆が割れて崩れたところですね。今回も1つ目と同じように重かったんですけれども、固着が切れる音を聞くことはありませんでした。今回は少し動いたところで慎重に手作業のラチェットで押し込む方法を選んだようです。慎重になったり大胆になったりを繰り返します。さてブッシュはどういう状態でしょうか。このブッシュもやはり両サイドにぐるっと錆が盛り上がっていますね。このブッシュはサブフレームの構造の一部と言っていい場所にあるので、そんなに泥や水が侵入しやすい場所だとは思えないんですが、錆びて固着して固着が切れた跡が見えるので、どういうことなのかなと不思議に思います。はい、では4つ目のブッシュに行きましょう。今ブレーカーバーで荷重をかけて見守っているところですね。荷重をかけて少し待つと固着が自分で切れようとしてくれる、そういう感じでしょうかね。いやー、しかしこの固着は本当に重かったです。切れた後の引きずり感がすごかったですね。この辺からインパクトを使ってしまっていますけども、ちょっと疲れました。手作業がいいよと言った矢先のインパクトです。はい、もうすぐブッシュの固着の状態がわかります。今までの3つとは全く違って広い面で固着していた感じですね。これですね。ロアアームブッシュを切断する。画面は変わって急遽メタル用のカットソーを購入し、ブッシュを切断する作業に移っております。あれは30分前のことでした。このブッシュの構造が他のブッシュとは少し違ったわけです。以前の動画でフロントのロアアームにポリブッシュを装着しました。あれはアームの両側から挟み込むような設計でしたよね。このブッシュもそれに似てるなと思ったんですが、何を思ったか同じセッティングでインパクトで押そうとしてしまいました。未練たらしいですね。この時ようやくこれは切らないといけないなということに気づきました。誤ってアームを切断してはいけませんから、気を使いながら一生懸命切断作業に勤しみました。少し切っては休み、また少し切っては休み、それを繰り返して完全に切断ができるまでなんと4時間半かかりました。そしてこの作業で刃こぼれしてしまったブレードは9本でした。断面を見てみると、このブッシュが5層構造であることがわかりますね。今回もなんとか試練を乗り越えることができましたけれども、パン屋さんで食パンを切るような機会があればいいなと思いました。一度切断してしまうと、残ったブッシュを押し出す作業はそんなに難しくありません。ブッシュを落とし込む側のシルバーのスリーブの内径とですね、残ったブッシュの外径が干渉するということがありました。でもその問題はブッシュの耳を少しカットしてやることで解決することができました。次から次へと問題が降りかかってきましたけれども、そしてゴールに向かってひたすらノコギリを動かし続けるという試練もありました。そんな時でもよく調べ、よく読んで、よく整理すればなんとか乗り越えることができたと思います。 DIY 楽しいですよ。ナックルからボールジョイントを外す。はい、それでは本日最後の作業はナックルからロアアームボールジョイントを外していく作業になります。そうそう、 ABS センサーをナックルから外すことができないでいます。叩いてもねじっても壊れてしまうような気がして、しかもこれ1個買うの高いんですよね。なのでいい方法をご存知でしたらぜひ教えていただきたいなと思います。ということで本日の動画は少し長くなりましたけれども、
固着が切れるいろいろな音楽しんでいただけましたでしょうか。キャニスターカバーの修理。これはキャニスターカバーと呼ばれるパーツです。M6 サイズのボルト数本で固定されていますが、そのうち1本が折れてしまいました。ナット側がカバーに溶接されているタイプですから、折れたボルトがナットの内部に残っている状態なんですね。はい、そして今映像に映っているのがボルトの抜け殻になります。6mm のボルトに対して 5.5mm のドリルビッツを使いましたから、ナットの溝にはボルトの残骸が残っている状態ですね。このままでは新しいボルトが傷んでしまうので、 M6 サイズのタッピングツールでナットの溝を掃除していきます。キャニスターカバー自体は安全走行に直接は関係ありませんから、 DIY の作業でも問題ないと思います。そして万が一失敗した場合のリカバリープランを決めておくことも大事だと思います。そして最後に締め付けトルクに耐えられるかどうかのテストも行いました。今回はうまくいったんじゃないかなと思います。無事に修理も終わったので、周辺パーツと一緒にエナメル塗装をしておきました。ボルトナット類の復活。はい、では次に安全走行に直結する部分のボルトナットを復活させていきましょう。特にこだわりたいのはカムプレートなどアライメント調整の時に使うパーツですね。この部品はいつでもピカピカにしておきたいと思っています。右側が磨きをかける前の状態、左側が磨きをかけた後の状態です。いかがですか？私はサンドブラスターがないので、ドリルとワイヤーブラシでサビを落としています。そしてボルトのヘッドの部分は E-TEC のエナメル塗料を使って塗装しました。折れてしまったキャニスターカバー用のボルトはステンレス製に交換しておきます。スタビライザーのリフレッシュ。はい、では次にスタビライザーのレストア作業を見ていきましょう。以前フロントスタビライザーのレストア作業をしましたけれども、あの時はサビの面積も広くて、サビが盛り上がって塗装が浮いている部分もたくさんありました。あれに比べるとリアの状態は良さそうですね。サビの範囲も狭いし、サビが盛り上がっているところもないようです。なので今回はベルトサンダーを使う必要はなさそうですね。実はベルトサンダーが奏でるあの音がちょっと苦手なので、今回は使わなくて良いということでラッキーでした。ということで画面では手作業でサンドペーパーを使ってサビを削っています。使っているのは80グリッドのサンドペーパーで、ロールタイプの幅が 25mm かな、そういうタイプのサンドペーパーを愛用しております。サビを削る作業が終わったところでアイソプロピルアルコールの登場です。これは塗装面を清めるために使っていますけれども、もちろんブレーキクリーナーとかでもいいんですけどね、乾燥が早いのでアルコールを使うようにしています。一通り作業が終わったので、いよいよ鉄点防水作業に移りましょう。ここではスプレータイプのデニトロール RC900 を使っていきます。スタビライザーにはラバーパーツがついているので、その部分はマスキングをして、1回目のスプレーが終わったら乾燥時間は約10分です。スプレーした面が黒っぽく変色してサビが残っていないことをよく確認してからカラーコーティングのステップへ進みます。今回もフロントのスタビライザーの時と同様にマットブラックで塗装をしました。塗装回数はデニトロールが2回、カラーコートが3回です。このマットブラックはハイテンポ塗料なのでクリアコーティングはいらないそうです。出来上がりはこんな感じになりました。いかがでしょうか。普段見えない部分ですけれども、自分的には非常に気持ちがいいです。コントロールアームのリフレッシュ。コントロールアームは
ブッシュの部分とボールジョイントの底面、ここの錆がひどかったですね。ワイヤーブラシが気持ちよく錆を飛ばしていくのがわかると思います。錆と汚れが取れたらマスキングをします。そしてアルコールで表面を清めてデニトロール RC900 の登場です。先ほどと同じ要領で錆の部分を鉄転していきます。デニトロールは2コート、カラーコートはオリジナルカラーと同じグロスブラックで2コート、そして最後はクリアで仕上げておきました。アッパーアームの防水加工。次にアッパーアームが綺麗になっていく様子をご覧ください。もう錆が取れたらこのままでもいいんじゃないのっていうぐらい綺麗になったと思います。そうは言っても濡れてしまえばまた錆びるので、ここはしっかり防水処理をしておきましょう。切削面の部分はマスキングをしっかりしておくことにします。そして次は刷毛塗りタイプのデニトロール RC800 です。細かい凹凸にも行き渡るように少し多めに刷毛に取って塗り伸ばしていくことがコツだと思います。ただしシンナー系塗料ではないので、垂れるほど多く塗ってしまうとそれが残ってしまうので注意が必要です。なのでね、液余りがあったらその部分を刷毛で何往復かしてあげれば自然に取れますので、それで大丈夫だと思います。1回目の施工が終わったら約90分乾燥させて2回目を塗りました。そして1日経った姿がこちらの出来上がりになります。ロアーアームの防水加工。はい、では復習がてらロアアームの作業も見ていきましょう。アッパーアームよりも施工面積が広いので泥、ほこり、錆の量もかなり多いです。この後鉄転作業があるので研磨をする必要はないと思います。汚れや錆が落ちたら表面をエアブラシとアルコールで清めていきます。切削部分にはマスキングをしておきます。準備ができたらデニトロール RC800 を刷毛で塗り伸ばしていきます。最初は凹凸面にしっかり行き届くように十分な量を刷毛につけて塗り伸ばしていきますが、液だれすると残ってしまうので注意が必要です。施工回数は2回です。1回塗ったら90分乾かして2回目を塗っていきます。そして1日寝かせれば完成です。ブレーキローターの防水加工。ブレーキローターにも若干の錆があるようですね。施工面の汚れはブレーキクリーナーでしっかり洗い流しておきましょう。パッドが当たる部分にはしっかりとマスキングをしておくことが肝心です。デニトロール RC800 で防水加工が終わったらキャリパーペイントを使ってグロスブラックで仕上げました。出来上がりはこんな感じですね。自分はディスクの錆が気になる方なので結構な出来栄えかなと思っております。ナックルの防水加工。では最後にナックルの防水処理を行っていきますが、ナックルにはまだ ABS センサーやハブ、ベアリング、スプラッシュガードがついたままの状態です。なので今回は隅々までレストアができませんからテンポラリーな対応となります。小さなガレージでは足回りを全部ばらすことはできないんですね。全部一度にばらしてしまうと馬に乗せる時間が長くなってしまうからです。今回の整備はアームの周辺まで。一回組み上げたら次はブレーキをリビルドします。そして最後にハブ、ベアリング周りのレストア作業を行っていく予定になっています。こういう計画を立てる作業もまた DIY ならですね。コントロールアームにポリブッシュ。はい、ではまず最初にコントロールアームにポリブッシュを取り付けていきます。今日取り付けるブッシュはすべて両側から差し込んで真ん中にカラーを入れるタイプになります。取扱説明書によると石鹸水を潤滑液代わりに使いなさいということなので、私もそのようにしています。それからボールジョイントのメンテナンスも必要ですが、今回はやっていません。メンテナンス作業はブーツを外してグリスを入れ替えてブーツを戻すという作業になりますが、
ブーツの脱着に技が必要であること、それから新品のブーツが見つからなかったことということで時間切れになってしまいました。今後もハブベアリングの交換作業を予定していますので、その時にメンテナンスしていきたいと思います。ローターの色をガンメタに変えました。それからローターの再塗装ですけれども、色をガングレーに変更しました。次の整備はブレーキキャリパーのリビルドになりますけれども、キャリパーの色をガングレーにすることにしましたので、ブレーキローターもそれに合わせることにしました。使用した塗料は E-TEC のキャリパー塗装用の塗料です。これまでの点検整備の作業でフロントのブレーキローターはブラックで塗装してありますので、フロントも同じガングレーで再塗装し直すことになります。ガングレーにした理由は目立たずに汚れにくい、それから将来的にホイールをガンメタリックに変えた時もマッチするかなというところです。アッパーアームにポリブッシュ装着。では次にアッパーアームにポリウレタンブッシュを装着する作業を見ていきましょう。ボールジョイントの装着はこの後のチャプターで解説していきます。ブッシュの形状はコントロールアームとは違って外側から差し込む単体形状になっています。そして真ん中にカラーを差し込む部分は同じですね。ポリウレタンブッシュの位置づけは純正のゴム製のものと高性能な金属製のブッシュの中間点にあるということです。メリットの中で代表的なものは2つあって、1つはゴム製に比べると劣化しにくいということ、2つ目はゴム製に比べるとレスポンスが良くなること、この2点だと思います。もう一つの特徴としてよく挙げられるのが、足が動くときにギュッギュッという特徴のある音を発生するという点です。この音に関しては好き嫌いの世界ですから、嫌いな人は使わなければいいし、好きな人は使えばいいということだと思います。この S2000 を購入したその直後は16年間使った、しかも7万5000マイル12万キロ走行したブッシュがついていたわけです。その乗り味というのは、なんというか本当に何のコメントもない、そういう乗り味ですね。本当に何の特徴もない感じでした。ですのでポリウレタンブッシュに変更したことによって期待しているのはレスポンスの良さ。イギリスの荒れた路面でもしっかりと一つ一つのアンジュレーションを拾ってくれるような感じ、足回りの懐が深くなったなぁと感じられるようになったらいいかなと思っています。とにかく何かが変わったと感じてから次を考えるということになりますね。アッパーアームにボールジョイント装着。はい、では次にアッパーアームにボールジョイントを装着する作業を見ていきましょう。はい、そしてこのボールジョイントですけれども OEM 品、つまり純正と同じスペックで作られた製品ということになりますね。調べてみるとボールジョイント単体での純正品の購入はできないみたいです。じゃあボールジョイントを交換する必要はありましたかというと、特に焼き付いていたりガタガタ感があったわけではないので変える必然性はなかったんですけれども、変えてみたかったからということになりますね。はい、ではまず最初の作業はブーツをつけたまま装着できるかの確認ですね。これはできませんでした。ということでまずブーツを外してやらないといけないですね。今ちょっと苦労しているのは新品で真空状態に近いので、ちょっと空気を入れてあげると外れると思います。ブーツを外したら次に確認するところはグリスのタイプです。グリスのタイプはその色でその種類を判断することができるそうです。ただ調べてみると異なるタイプのグリスを混ぜて使用してはいけないらしいんですね。なので製造元に、グリスのタイプを確認しまして、同じタイプのグリスでトップアップをしました。
S2000 の場合はトップアップの仕方がメーカーが出している整備マニュアルに書いてありました。一応その通りにやってるつもりではありますが、まだちょっとぎこちないですね。まだまだ経験が必要だと思います。ではいよいよボールジョイントをアームに押し込んでいく準備をしていきましょう。ここでボールジョイントの方向というか、ちょうど12時のところに刻印が打ってあるんですね。アーム側にも刻印があるし、ボールジョイントにも刻印が打ってあります。それが合うように方向を合わせます。そしてボールジョイントがアームに対してまっすぐ90度というんでしょうか、均等に入るように準備をします。はい、そしていつものようにボールジョイントを装着するツールを準備していきましょう。まだこの時点でも正しい使い方が分かっていないので、その点はご容赦ください。今画面の両側に黒い円盤状の物体が見えてると思いますけれども、シルバーのスリーブを使わずにこの黒い円盤状のツール2つを差し込んで使用するのが正しいやり方だそうです。どちらにしても大切なことはボールジョイントやアームを傷つけないように慎重にまっすぐに押し込んでいくことだと思います。例えばインパクトレンチなどのパワーのあるツールは絶対に使わない方がいいと思っています。電動工具やエアツールを使わなくても最後まで完了できる作業ですから、さらに手の感覚で微妙な力の入れ具合をコントロールすべき作業だと思います。繰り返しになりますけれども、決して無理はしないこと。無理をすると部品が壊れます。正しい道具を使って正しい手順で無理をせずに作業を行うのが DIY の基本中の基本だと思います。ついつい焦ってしまう性格の場合は、壊れた場合のコストを最初に計算しておくと良いのではないでしょうか。画面は変わってサークリップを装着する作業に移っております。純正品の場合にはサークリップがついていないので、サークリップの装着方向についてはマニュアルには書いてありません。ですので開口部をリア側に持ってくるという方法は、これは私の自己流の方法になりますので注意してください。そしてサークリップには表裏がありますので、裏面がアッパーアーム側に来るように装着します。ボールジョイント側にはサークリップが収まる溝が掘られていますけれども、サークリップが 100% しっかりその溝内に入っていることを確かめることがとても重要です。疑わしいと思ったら何度でも確認し、完全性を追求してください。納得ができたらブーツを装着してブーツクリップを巻いていきましょう。ブーツクリップを装着するときにはピックツールと呼ばれる道具を使うのがいいようですね。ただそのピックツールは先端が尖っているので、新しいブーツに穴を開けないように注意が必要だと思います。もちろんブーツクリップを装着するための専用工具も売っていますし、それをペットボトルで代用するという方法もあるようなので、調べてみてください。ではピックツールを使って取り付ける私流のやり方を解説していきたいと思います。ブーツクリップは螺旋状にスプリングが2周しているような形状になっています。そしてブーツは屋上のある2階建ての建物に例えればいいかなと思います。まず最初にブーツクリップを螺旋状に巻くような形でブーツの2階建ての部分まで押し下げていきます。押し下げるというよりは引っ張りながら下げてくるという感じが近いかもしれません。そして同じ作業を繰り返しながらブーツの根元の部分までブーツクリップを引っ張りながら下ろしてくるという感じになります。この作業を行うときに滑りが悪くてうまく作業が進まないという瞬間があるかもしれません。
そのような時に無理にピッカーを動かそうとすると怪我をする可能性があるので、前に進まなくなったら一旦下がってみる、下がることもできなければ一旦作業を中止するなどの慎重なやり方が必要だと思います。しつこいようですけれども、想像していたように作業が進まなくなったら、その瞬間に作業をやめて一歩下がって考え直してみましょう。画面では無事に作業が終わってハードレースのプレートを貼り付けようとしています。特別なボールジョイントではありませんけれども、こんな小さなプレートでも彩りを与えてくれますよね。ハードレースは本社は台湾にある会社です。ロアアームにポリブッシュ装着。はい、では次にロアアームを完成させていきましょう。 S2000 は1990年代に設計された車ですから、アーム類の素材も現代の車と比べると古臭さを感じますね。アームの断面図が H 型になっていることがわかると思いますけれども、これはどうでしょうね。おそらく軽量化のためにこういうデザインになったのではないかなと推測しています。サスペンションの構造の考え方みたいなものは大きくは変わってないとは思うんですけれども、この20数年間の間の素材の進歩というのはかなり大きかったと思うんですね。なので技術者や開発者の方は20年前にできなかったことが今はできるようになっているんだろうなと思います。最新型の86や BRZ のリアサスペンションの構造なんかを見てみると、なるほど、こういうふうに進化してくるもんなんだなというのがよくわかると思うので、調べてみてください。はい、では話を戻して S2000 のリアのロアアームの接続点について簡単にレビューしていきましょう。接続点の数は全部で5箇所になりますね。そのうちブッシュを取り付ける場所が3箇所、スタビリンクを取り付ける場所が1箇所、そしてナックルボールジョイントを取り付ける場所が1箇所、合計で5箇所になります。ブッシュを取り付ける3箇所のうち2箇所はサブフレームとの接続点で、もう1箇所はストラットとの接続点になります。今回の一連のレストアの作業の中では、この5箇所すべての、パーツ、つまりブッシュやボールジョイント、スタビリンクを新品に交換します。そしてこの状態で一度組み上げてみて、どういう変化を感じることができるのかというのを、テストしてみたいなというふうに考えています。テストといってもサーキットに持ち込むわけではなくて、イギリスの荒れた路面で公道でどういう変化を感じることができるのか、そういうテストをね、やっていこうと思います。はい、そして足回りの後は、エンジンマウント、ミッションマウント、デフマウント、この辺のブッシュ類を、新品あるいは少しパフォーマンスのいいものに変えていきたいなというふうに思っています。そこまでできた段階で一度、サーキットに持ち込んで走ってみたいなというふうに思います。最初にサーキットに持ち込むときはタイヤとダンパースプリングは今の現状のまま持ち込んでみようと思います。そして2回目はタイヤを交換してテストをしたいと思います。そして3回目にはダンパースプリングを変えた状態でテストができればいいなと、こんな感じで段階を踏んでいきたいなと思っております。逆にそこまでできて初めて旧車のチューニングのスタートラインに立てるんじゃないかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。この S2000 プロジェクトに関して言えば、まずは新車の状態を取り戻して、そこからややパフォーマンス側に振っていって、さらに挙動足回りに関して言えば穏やかな仕上がりを目指すということになります。ロアアームにスタビリング装着。はい、では次にスタビリンクを装着していきましょう。このスタビリンクは強化ゴムが採用されたものですね。
これはボールジョイントと一緒にハードレースのウェブサイトから購入したものです。スタビリンクを装着するときには共回りという現象が発生してしまいます。ですのでそれを防止する構造になっているんですけれども、純正の場合は六角レンチ方式でしたね。一方でこの製品の場合はスパナをかませる構造になっていて、それで共回りを防止することになるようです。詳しいことは次回の組み付け動画の中で解説していきたいと思いますので、しばらくお待ちください。ナックルにボールジョイント装着。はい、では次はナックルにボールジョイントを取り付ける作業を見ていきたいと思います。このボールジョイントはブーツを外さなくてもナックルにボールジョイントを通すことができたんですけれども、自分の目でグリスの状態を確かめておきたかったのでブーツを外していきました。ブーツを外してみたところ、グリスの色はグレーでした。手元にあるグリスはリチウム系のハイテンプグリスだったので、これは製造元に確認をしまして、グリスを変えてもいいですかと、大丈夫ですよということでしたので、今グリスを入れ替えているところですね。今こうやって編集をしながら振り返ってみると、ここまでやらなくてよかったんじゃないのとは思いますけれどもね。グリスをね変える必要はないとは思いますけれども、ブーツを開けてグリスが入ってるかなということの確認はやった方がいいと思います。はい、そしていよいよボールジョイントをナックルに押し込んでいく作業が始まりました。このプロジェクトでは合計8個目のボールジョイントの押し込み作業になりますね。そしてお気づきでしょうか、今回は押し込み側に大きなソケットを持ち出してきたようですね。これまでの作業では押し込み側にはシルバーのスリーブを使っていましたけれども、そのシルバーのスリーブのサイズが微妙に合わなかったので、これはどうしようかなと思っていろいろ考えたんですね。そしていろいろやってみた結果、このソケットが合うんじゃないかなというのが見つかったので、これを使うことにしました。また繰り返しになってしまうんですけれども、ここだけ初めてご覧になる方のために一応説明をしておくと、この使い方は正しい使い方ではないので、本来はこのボールジョイントキットに付属している黒い円盤2つを使って作業を行わなければいけません。なので私がやっているこの方法に関して言えば、なんかこいつこんなことやってんだな程度に見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、そして作業はだいぶ進んできているんですけれども、ここで問題が起きまして、ソケットの外形がナックルに当たってこれ以上進まなくなってしまったんですね。またいろいろと悩んだ挙句、ベアリングドライバーキットの中からサイズの合うブラックのプレートを見つけて、それを使って最後の 1mm、1.5mm ぐらいを押し込む作業に、使うことにしました。私は持っていませんけれども、仮にプレスベンチを持っていたとしても、こういう干渉してしまうような問題っていうのは起きると思うんですよね。なので私の動画の中で登場するスリーブとかベアリングドライバー用のプレート、こういうものって意外とプレスベンチでも役に立つんじゃないかなと思うので、そういう意味ではもしかしたらお役に立てるかな、お役に立つ情報かなって思う部分もあります。はい、そうこうしているうちにボールジョイントは押し込みが完了しました。そして今サークリップの取り付けですね。はい、そしてまたサークリップは表裏があるので、裏側がナックル側に来るように取り付けています。そしてボールジョイントの溝にサークリップがしっかり収まっていることを確認しましょう。この時もサークリップの開口部はフロント側ではなくてリア側に向くように取り付けています。これは自分の考えでこうだよねと思って決めてやっていることなんですけれども、皆さんのお考えがありましたら教えていただけると助かります。
はい、そして今ボールジョイントにグリスをトップアップしていますけれども、ナックルにボールジョイントを押し込む作業をする前にグリスを山盛りにしてしまうと、また汚れの原因にもなりますよね。そんなことも考えたので、押し込み作業が終わってからグリスをトップアップすることにしました。ブーツ側にもマニュアルに従ってグリスのトップアップをしておきましょう。ちなみに余談なんですけれども、これ今ゴム手袋をしているので、手袋にグリスがついてきてしまったという問題が発生しました。グリスをブーツの内側にぐるっと一周するときには素手がいいんですかね。もしご存知でしたら教えてください。はい、ここまでできればあとはブーツクリップを取り付けるのみです。そしてアッパーアームの時とは違ってこのブーツというかブーツクリップというのかな、ボールジョイントとブーツの間なんでしょうか、意外と滑りが良くて、ブーツをぐるぐる回しながら、ブーツクリップを、2周ぐるぐると引っ張りながら下ろしてきているという、こんな状況です。作業としてはすごくやりやすかったですね。なぜぐるぐる回ったかというと、決してグリスが残っていたわけではなくて、ここはグリスは掃除しておかないといけないところとマニュアルには書いてあるんですけども、それでもくるくる結構回りやすい設計になっていました。はい、そして最後にハードレースのプレートを貼り付けていきます。このね、小さなプレゼントが意外と嬉しくて機器として貼り付け作業をしております。スタビライザーにポリブッシュ装着。はい、そしていよいよ最後の最後の作業ですね。スタビライザーにポリブッシュを装着していきます。 S2000 のスタビライザーは型式によってスタビライザーの径が違うようなんですね。 AP1 の初期の頃のスタビライザー径が一番太かったんでしょうかね。それで110、120、130、そして AP2、そういう歴史をたどることによってスタビライザー径が細くなってきたというふうに聞いております。間違ってたらごめんなさいね。そしてこの S2000 は AP1130 型ですので、スタビライザーに関して言えば AP2 と同じ仕様になっていると。ですのでスタビライザー用のブッシュを購入するときは径を測ってからポチりましょう。はい、そして画面ではスタビライザーにブッシュとブラケットを取り付ける作業に移っております。これは組み付け前の下準備ですね。ですのであくまでも、仮組みという形になります。はい、スタビライザーもね、サビサビの状態から防水処理をして再塗装して、こういう状態になっております。またアーム類も同じですね。ひどいドロドロサビサビの状態からここまで綺麗になったというのも、考えもひとしおでございます。ではちょっと眺めてみましょうか。これはね、左後輪のパーツプラススタビライザーを並べているところですね。まあいい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。リア足回りレストラの結果、ボルトナット類の磨き作業も終わったので、全部パーツを並べて見ていきましょう。ストラットも防水処理と再塗装してあるので、遠目に見るといい感じですよね。いやー、早く組み付けて、そしてテストドライブに行きたいですね。サブフレーム周りのパーツ取り付け。はい、では最初にサブフレームを見ていきましょう。今後もね、サブフレーム周りは触っていく予定があるので、機会があることにきれいにしていこうということで、今回はスティフナーとキャニスターカバーをレストアしましたね。サブフレームは清掃、防水処理、再塗装。キャニスター周りのパーツもオートグリムで磨いておきました。
ボルト類もステンレス製に変更しておきましたので、今後の作業もやりやすくなると思います。スタビライザーの組み付け。はい、次はスタビライザーの組み付け作業です。これは太鼓の前側のパイプとトランク下のツールボックス部分の膨らみとサブフレームとの間にある狭い空間にスタビライザーをパズル的に取り回していく作業ですね。うまくスタビライザーを通すことができたら、定位置にボルト4本で仮止めをしておきます。足回り全部品を仮組み。はい、では全てのアーム類を仮組みしていきましょう。作業手順ですけれども、まず最初にコントロールアーム、アッパーアーム、ロアアーム、これらをフレーム側に固定していきます。次にストラットをフレームにぶら下げてロアアームと仮組みします。そしてナックルをドライブシャフトに組み付ければ、それぞれのアームのボールジョイントをナックルに接続する準備が整います。画面ではコントロールアームをサブフレームに取り付けていますね。アジャスティングボルトとカムプレートを取り付け終わりましたけれども、ここは頭角とキャンバー角を調整するところですね。今回は外す前と同じメモリで組み付けていきます。はい、2つ目はアッパーアームの取り付けになります。同じサイズのボルト2本を左と右それぞれから溶接ナットに向かって締め込んでいく形になっています。アッパーアームの取り付け部分、つまりフレーム側のヒンジ、この部分については乗り方によっては破損しやすい場所ということを聞いたことがあります。ですので定期的によく点検すべき場所ですし、中古車をこれから購入しようと考えている場合は、ここも一つのチェックポイントになると思います。あとチェックポイントといえば、カムプレートを挟んでいる突起の部分がありますよね。あの突起も整備ミスや無理な調整によって破損することがあるようなので、チェックポイントの一つということです。はい、そして次は3つ目のアームですね。ロアアームを仮止めしていきます。ロアアームも2箇所で固定しますが、フロント側のボルトナットは調整できないタイプ、リア側はアジャスティングボルトとカムプレートで固定するタイプになっています。マニュアルによると、リア側のアジャスティングボルトは頭角を調整するためのものだそうです。アジャスティングボルトを外側にずらすことによってロアアームの先端も外側にずれる、そういう動きになります。そうするとロアアームのフロント側のボルトは調整できないボルトですから、後ろ側のアジャスティングボルトを調整すると前側のボルト、その調整できないボルトに若干の回転要素が生まれるんじゃないかなという気がするんですよね。ですのでアライメント調整の時には、その調整ができないボルトナットも少し緩めてアライメント調整を行った方がいいんじゃないかなと、マニュアルには書いてないんですけれども、そんな気がしています。アライメント調整の話をしている間にロアアームの組み付けは完了しております。そして画面はストラットの組み付け作業へと進んでおります。画面には出てきませんけれども、ストラットを差し込んだ時点でアッパーマウントのナット2つを仮止めしてあります。仮組みが終わったら 1G 締め、1G 締めっていうんですか、重量をかけてからトルクをかけていく作業を行いますけれども、いつロックタイトをつけますかという問題があると思いますけれども、今回は仮組みの時にロックタイトを入れてあります。そしていよいよドライブシャフトをナックルに差し込んでいきます。今回の整備ではドライブシャフトとハブの固着を切ることができました。ですのでベアリング交換や、もしかするとドライブシャフトの交換など、次の整備も断然しやすくなったと思います。そして作業は3つのボールジョイントを仮止めするステップへと進んでいきます。まずロアアームボールジョイントが定位置に座ったようなので、キャッスルナットを仮止めしていっております。ボールジョイントとキャッスルナットのロックタイトですけれども、これは手が入りやすい場所にあるので、トルク締めのギリギリで入れてい
いきたいと思います。画面の方はコントロールアームボールジョイントとナックルの仮止め、アッパーアームボールジョイントとナックルの仮止めへと進んでおります。はい、ここまでできましたら、次は ABS センサーケーブルやブラケットとブレーキホースなどの仮止めの作業もしておきます。はい、そして最後はすでに仮止めしてあるスタビライザーリンクとスタビライザーとの接続ですね。この時反対側の車輪に重量がかかっていると仮止めすらできないので注意が必要です。はい、そして今共回りを防ぐためにスパナーを差し込んでおります。ロアアーム側、それからスタビライザー側のスタビリンク2つのナットを締めたら、仮止め作業はすべて完了です。ワンジー締め。はい、ではジャッキで荷重をかけて規定トルクで各部を締めていきましょう。はい、ではまずストラットから。はい、次はアッパーアームです。ボールジョイントもコントロールアームボールジョイント、コントロールアームアジャスティングボルト、ロアアームフロント側、ロアアームアジャスティングボルト、ロアアームボールジョイント、スピンドルナットの締め付け。はい、では最後にスピンドルナットでハブをドライブシャフトに固定していきたいと思います。はい、今スプラッシュガードを押していますけれども、ブレーキローターと干渉しないようにここはチェックが必要です。はい、そしてブレーキローターを2つのネジで留めていきます。次はブレーキキャリパーですね。スピンドルナットにトルクをかけるときにはサイドブレーキを引いておく必要があるので、ここでブレーキキャリパーを取り付けておきます。ちょっと話がそれますけれども、今キャッスルナットが見えているので、先ほどの動画から漏れてしまったんですけれども、キャッスルナットには、ワンジー締めの後に割りピンを入れてありますね。いろいろね、取り忘れとか価格が悪いとかありまして、大変申し訳ございません。はい、画面ではキャリパーを規定トルクで締めました。はい、そしていよいよドライブシャフトの先端部分にスピンドルナットを締め付けていきます。この S2000 整備プロジェクトのために、新品のスピンドルナットは購入してありますけれども、はい、スピンドルナットは使用済みのものは一度外したら新品に変えるということが書いてありますけれども、すぐにベアリング交換の作業をやる計画ですので、今回は使用済みのものを再利用しております。スピンドルナットの規定トルクは 245Nm です。パンチでリステークして作業は完了です。組み付けの完成図。いざテストドライブ。